皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のテレビ放送では取り上げられることのなくなっている話題が多くなっているので、このチャンネルの動画でウクライナ情勢に関するニュースのアップデートをしていってください。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、スウェーデンのウクライナ支援 1.1 兆円の予算。2、クリミア半島にいるロシア軍黒海艦隊、ミサイル艦が全滅したかもしれません。3、ロシア軍の司令官拘束。現在のロシア軍には問題が多いと主張しています。4、ゼレンスキー大統領。選挙の延期に伴って、ロシアは現在のゼレンスキー大統領に正当性がないと主張しています。まずはスウェーデンの支援。スウェーデンは2024年から2026年にかけ、ウクライナへの軍事援助として約 1.1 兆円を計画している。毎年約3600億円を割り当てる。この支援は、防衛装備品の無償譲渡、資金拠出、防衛製品の購入に対する財政支援の形で提供される。スウェーデンは人口1000万人程度の国としては小さなものですが、ロシアの脅威に対して昔から備えを行ってきた国です。そして、ロシアによるウクライナ侵略に伴って、従来の中立政策を破棄し、NATO への加盟を行いました。これに伴って、北欧諸国は完全に NATO 側の陣営に加入することによって、この地域の情勢は完全にロシア不利なものとなりました。そして現在のスウェーデンは、ウクライナ支援を非常に積極的に行っている国となっています。戦車や装甲車、そして自走榴弾砲弾薬の供給などが行われており、これを継続的に行うための予算案といったものが決定しようとしています。毎年3600億円程度という話を聞いて、何兆円レベルといったわけではありませんが、スウェーデンの国力から言えば間違いなく頑張った予算案です。スウェーデンから渡る様々な兵器類についてのメンテナンスや弾薬供給などを継続的に行おうと思えば、これだけの規模は当然必要となるでしょう。なお、ヨーロッパからの支援なのですが、今回のようなそれぞれの国の判断で行う支援と EU という一つの塊で行う支援の2通りがあります。個別の国を見ていくと、ウクライナに直接的に自国から支援を行わない国もありますから、スウェーデンのように長期的に大きな金額をかける国というのは、これからも非常に重要な役割を担うことでしょう。次に、クリミア半島にいるロシア黒海艦隊、ミサイル攻撃を行える軍艦が撃沈されたかもしれません。ウクライナはエイタクムスミサイルの攻撃によってこれを成し遂げたと発表しています。クリミア拠点のロシアミサイル艦全滅か、ウクライナ最後の一隻の撃破発表。ウクライナ軍参謀本部は、ロシアの実効支配下にあるウクライナ南部クリミア半島南端のセバストポリで、ロシアミサイル艦ツイクロンを撃破したと発表した。報道官は、ツイクロンの撃破でクリミアを拠点に活動していたロシアミサイル艦はゼロになったとの見方を示した。セバストポリはロシア黒海艦隊の本拠地。一部のロシアメディアもこれに先立ち、セバストポリに係留されていたツイクロンがアメリカからウクライナに供与された長射程ミサイルエイタクムス3発による攻撃を受け、撃沈されたとする消息筋の話を伝えていた。報道官によると、ロシアは黒海海域に最大10隻のミサイル艦をなお保持しているが、いずれもクリミアではなく、ロシア南部ノボロシスクなどに配備しているという。ウクライナはロシアの侵略以降、ミサイルや水上ドローン攻撃で黒海艦隊機関モスクワを含むロシア軍艦艇を相次いで撃沈。今年2月時点で侵略開始前に70隻を超えて編成されていた艦隊の約3分の1を無力化したと報告していた。こちらの写真がウクライナ軍が撃沈したと発表したツイクロンです。追加の情報としては、衛星からの写真。港近くの建物に破損が見られ、その近くにツイクロンが沈没したとされる海域に救助艦がやってきていると報じられています。なお、ツイクロンの沈没に関しては、エイタクスミサイルによる攻撃によって、船に積まれていた対空ミサイルなどが誘爆し、大爆発を起こしたのではないかといった話などが出ています。一方で、ツイクロンは撃沈されていないと、ロシアの軍事ブロガーの中には意見する者もいるため、真相についてはしばらく追っていく必要があるかもしれません。他の場所でツイクロンが
確認されれば、今回の戦果は5人だったということとなります。記事の中でも触れられていましたが、クリミア半島にいるロシア軍黒海艦隊、ミサイル艦が全滅したかもという話だったわけですが、一方で艦隊それ自体はまだ生き残っていますから、避難地であるノボロシスクにはミサイル攻撃を行える船がまだ10隻程度残っている可能性があります。ノボロシスクはエイタクンスミサイルの射程範囲外ですから、艦隊を全滅させるにはまだまだ時間がかかりそうです。ロシア軍の黒海艦隊、母港としてはクリミア半島の先端にあるセバストポリなわけですが、ウクライナ軍からの度重なる攻撃によってロシア本土にある港へと避難しています。黒海艦隊は明らかにその活動範囲が縮小しており、これに伴ってウクライナには良いことが起こっています。それは黒海を通じた海洋貿易の復活です。ウクライナは非常に国土が農業に向いていて、大穀倉地帯として評価されています。そのため多くの穀物を運ぼうと思えば、船が非常に有効で、海運が安定することは、ウクライナ国民やウクライナ政府にとって非常に良いことなのです。海を使わずに鉄道や車両などを使った輸出をする際には、ヨーロッパ側にかなりの量が流れ込み、ヨーロッパの穀物市場などにかなりの打撃を与えてしまいました。ウクライナの方が大量に食料生産ができるものですから、価格競争になった場合においては、量的にもヨーロッパを圧倒してしまい、それに伴ってヨーロッパの農民たちの収入にもマイナス方向の力を加えてしまったのです。ウクライナの大量の穀物は中東やアフリカ大陸に大量に流れるものなので、これらのルートが再開されればヨーロッパの農民も安心できるし、食料が高騰していた中東やアフリカ大陸の人たちにとっても良いこととなるわけです。次にロシア軍の問題について見ておきましょう。ロシア軍元司令官、詐欺容疑で拘束と国営メディア、ウクライナ戦争での救助を訴え昨年解任。ウクライナ侵攻におけるロシア兵の死者数の多さに懸念を示し、昨年解任されたロシア第58軍の元司令官イワン・ポポフ少将が詐欺容疑で拘束された。ロシア国営メディアによると、ポポフ少将は2ヶ月間拘留されるという。ポポフ少将は昨年、ロシア兵が大勢死傷しており、砲兵支援も不足しているなどと公に主張。その後、第58軍司令官を解任された。広く共有された音声メッセージの中で、同氏は黙って臆病者になるか、現実を伝えるか、どちらかをしなくてはならなかったと述べていた。また、私には、皆さんの名において、死んでいった戦友の名において、嘘をつく権利などない。だから、現存するすべての問題について概要を説明したとも話していた。この音声メッセージによると、ポポフ氏は、ロシア軍の死傷率の高さや、ウクライナ軍の砲撃に対抗する砲撃システムの欠如、軍事情報の不足などについて疑問の声を上げたという。ポポフ氏はまた、自分の上官たちが自分の解任を要求し、当時のショイグ国防大臣が承認したのだと述べた。自分の解任を求めた上官たちをポポフ氏は裏切り者と呼んだ。元司令官といったこともあって、現在の戦況に影響するわけではありませんが、ロシア軍の問題は昔から今も継続的にありますから、彼の主張とその扱いについては見ておくべきでしょう。軍内部で問題があって、これを改善するように上官に求めたが、対応されることなく解任され、そして刑務所送りになろうとしているわけです。この人物についてロシア側の軍事ブロガーらは評価している人が多いようで、一方でショイグ国防大臣の方が評価は低いものとなっています。ですから、現場で兵士たちから信任されている司令官が状況改善のために訴えを起こしたら逆に潰されてしまったという場合にして彼に対する同情は少しはあるようです。現在の戦場においても未だに兵士の命を使い捨てにするような突撃作戦は繰り返し行われており、それによってウクライナ軍を少しでも圧倒しようという基本戦略が変わらない様子です。最後にゼレンスキー大統領について、現在ウクライナはロシア軍による本格的な侵攻を受け、激しい戦闘が継続的に行われています。大統領選挙が行えるような状況ではありませんから、ゼレンスキー大統領の本来の任期は終了しました。しかし、大統領選挙が行えない現在の状況下においては、その大統領職については変わる人もいないわけなので、これからも継続的に職務に当たることとなります。このような状況をロシア側が見て、彼にはもはやウクライナを率いるような正当性は存在せず、
ウクライナと何か交渉事を行うにも全てのものが無効になるといったような話をしています。ただ、これについては、そもそもロシア軍が侵略していなければ大統領選挙も行えたわけなので、ウクライナに選挙を行わせたいというのであれば、さっさとロシア軍が撤退すべきな話です。そして現実問題として言えば、東部南部ハルキウ州に対する越境攻撃なども行われているような状況で、北から南まで1000キロに及ぶ戦闘地域と、そしてそこに張り付く何十万人という兵士がいることを考えれば、現在のこの情勢下で大統領選挙を行うのはちょっと難しいでしょう。選挙に出た複数の候補者がどのような政策を持ってどのような国にしていくのかといったそれぞれの主張を前線の兵士たち何十万人が戦闘の最中に聞くのでしょうか。そのような余裕はちょっとないでしょう。大統領選挙を行おうと思えば、現在の戦闘がある程度落ち着くのを前提としなければなりません。戦時中の大統領選挙という意味では、ロシア側では選挙を行っていたじゃないかというような反論もあるでしょう。ただし、これまでもこのチャンネルで解説してきましたが、選挙があるからといってそれが公平な選挙であるかというのは、ちゃんと中身を見なければなりません。北朝鮮でも選挙はありますし、中国でも選挙はあります。香港でもあれば、イランでだって選挙はあります。しかし、選挙が行われるときに、誰が当選するかを最初から想定して、それに対抗するような有力者については、そもそも選挙に出させないといったようなことを行えば、基本的に選挙は勝てるようになってしまいます。例えば、ロシアの大統領選挙であれば、プーチン大統領に忠誠を誓った人物で、しかも国民からの支持が低い人であれば、選挙に立候補できるわけですが、反戦だ、平和を求める、プーチン大統領に代わる大統領になるといったようなことを言えば、ありとあらゆる圧力がかかって、そもそも大統領選挙に出られないようになってしまうというのが、ロシアの大統領選挙でした。ちなみにこうした選挙の話をするときに香港の名前を挙げていますが、香港については中国共産党に忠誠を誓えるような人物しか選挙に出られないといった規定が設けられています。そうした前提条件のもとに選挙が行われるといったこともあって、選挙があってもその中身を見なければいけませんよという話をするのはそういった理由です。少なくともロシア側から政権の正当性がないといったような話をするのであれば、そう言っているロシアこそまともな選挙をするべきでしょう。反戦を訴える人たちを刑務所送りにしたり、少しでもそのような話をしたら職場から追放され、密告が奨励されるような社会というのはまともな民意といったものを反映するのは難しいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメント、また情報の更新に役立ったなと思われる方は、ぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。